はいどうも、研ぎ師亮太です。今日は僕が普段包丁を研ぐ時に使っている一軍の砥石たちを紹介していきます。僕が普段研いでる包丁っていうのは両刃の包丁だったり片刃の包丁だったり、形を修正するものだったり刃器を修正するものだったり、切れ味をとても良くするものだったり様々な研ぎをしているんですけど、その様々な包丁でも対応できる一軍の砥石たちを紹介していきます。で、一軍の砥石たちは全部で9個あります。で、今から先にその9個を紹介していきます。で、紹介した後にそれぞれどんな風に使っていくかっていうのをお伝えできたらと思っています。それでは番手が低い荒砥石からお見せしていきたいと思います。まず一番粗いのはこちらですね。こちらが電着ダイヤの砥石になりまして、アトマの140番の替え刃をこのガラス板に貼っているタイプになります。で、一応これ表裏両面になってて、こっち1200番でこっち140番貼ってるんですけど、僕が一軍で使用しているのはこちらの140番のアトマの電着ダイヤになります。それでは続いて220番の砥石、こちらになります。こちらが貝印旬シリーズの220番の小結ダイヤモンド砥石です。さっきのは電着ダイヤで、こっちは小結ダイヤになります。ちょっと製造方法が違う感じですね。で、続きまして400番の砥石になりまして、こちらも小結のダイヤモンド砥石になります。こちらはなにわの小結ダイヤモンド砥石になります。先ほどの貝印旬シリーズと、同じような製法の砥石ですね。続いて4つ目の砥石は1000番の砥石になりまして、こちらのなにわのダイヤモンド砥石になります。こちらも先ほどの400番と同じシリーズの小結のダイヤモンド砥石になるんですけど、そちらの1000番中砥石バージョンですね。はい、それでは続きましてまた1000番になります。こちらがキングハイパーの1000番標準っていう硬さになります。こちらは焼き砥石になりまして、通常の焼いて固めるタイプの砥石です。それでは続きまして4000番になるんですけど、こちらになります。こちらはシャプトンのロックスターっていうシリーズの4000番ですね。で、ここまで6つが人造の砥石になります。で、あとの3つは天然砥石になりまして、まず天然砥石1つ目、こちらですね。こちらが丸尾山の青巣板になります。京都産の天然砥石ですね。で、続いて天然砥石2つ目がこちらになります。こちらは中山苫江になります。こちらも京都産の天然砥石で、包丁を研ぐ砥石としては一番有名かなっていう感じの砥石ですね。それでは続いて一軍最後の砥石ですね。こちらになります。こちらは中山の青わさぎになります。先ほどと同じ京都の中山という山で採れた天然砥石になります。で、先ほどのやつとはちょっと地層が違う層の砥石ですね。以上の9つが一軍の砥石たちになります。で、ここから1つずつ、どんな感じに使っているか紹介していきます。まず最初のこちらですね。電着ダイヤのアトマの140番になります。こちらの砥石は基本的に包丁の欠けとか包丁の刃線の崩れとかを修正するときに使っています。なのでだいたい30度ぐらいの小刃漬けで、ざっと刃線を整えるのに使う砥石ですね。やっぱり電着ダイヤはすごく研磨力高くて、砥石の形も崩れにくいので刃線を粗く修正するときとかはかなり便利です。で、2つ目のこちら旬シリーズの小結ダイヤの220番。こちらは最近買った砥石なんですけど、小結ダイヤの220番がめちゃくちゃ使いやすくて、こちらの砥石どんな感じで使うかっていうと、包丁の切り刃、側面ですね。包丁の側面を研いで、肉厚を抜く時に使う砥石になります。やっぱり220番という粗さとダイヤモンドの減りにくさっていうのが、すごくいい感じにマッチしてて、包丁の厚みを抜く時とかはもうこれがないとできないですね。で、ちなみにこの小結ダイヤとこちらの電着ダイヤの違いは、簡単に言うと電着ダイヤは金属の上にダイヤモンドの研磨剤が乗ってるっていう感じです。で、こっちの小結ダイヤはダイヤの研磨剤を、レジンとかプラスチック製のボンドで一緒に混ぜて固めてるって感じなので、このダイヤモンドの研磨剤が出てるのは、一部分だけっていう感じですね。イメージしやすいのは水の上に氷浮かべると氷の一部分だけ出ると思うんですけど、あんな感じで研磨剤が出てる感じです。それでは続いて3つ目、こちらですね。こちらも小結ダイヤなんですけど、
こちらはなにわのダイヤモンド砥石になります。こちらの使い方としては、アトバの140番とか、旬シリーズの220番で、粗く包丁を削ると、かなり深い目が包丁に入るんですけど、その深い傷を取り除くための砥石になります。それと、あまり形が変わってない包丁とかは、もうこれで形作りとかもしたりします。で、続いてはこちらですね。なにわの小結ダイヤの1000番になります。僕1000番は2つよく使う砥石があって、こちらのなにわのダイヤモンド砥石と、こちらのキングのハイパーになります。こちらは普通の砥石で、陶器みたいに焼き固めてるタイプの砥石になります。で、この2つどういう感じの使い分けにしてるかっていうと、キングハイパーの方は切り刃とか研ぐ時に使って、なにわのダイヤモンド砥石の方はコバを研ぐ時に使います。コバ研ぐ時はやっぱり精密に研ぎたいので、減りにくいこっちのダイヤモンド砥石を使って、ちゃんとした角度で研いでいきたいっていう感じですね。で、それに対してこちらは切り刃を研ぐ時に使うんですけど、切り刃は先ほどの400番研いだ後にこちらのハイパーの1000番当てるんですけど、400番の傷を消しつつ、切り刃をきれいにしていくってなると、このハイパーが絶妙な研ぎ加減になるので、次に当てる天然砥石とかの効きがとても良くなります。なので、切り刃とか側面をきれいに研ぐ時は、中間としてこちらのキングハイパーを使う感じですね。で、こちらは標準っていう硬さなんですけど、程よく砥石の方も減ってくれるので、いい感じに泥も出て切り刃も研ぎやすく、400番とかの傷消しもしやすい感じになります。で、続いて6つ目の砥石がこちらですね。ロックスターの4000番になるんですけど、こちらのロックスターの4000番は小刃漬け用になります。なので、先ほどのなにわの1000番のダイヤモンド砥石を当てた後に、こちらの4000番を当てる感じですね。で、3000番前後の砥石は結構いろいろ使ってるんですけど、この4000番がめっちゃ刃も綺麗につくし、切れ味も良くなりやすいです。で、しかもこれだけで仕上げてもめちゃくちゃ切れ味良くなるんですけど、天然砥石に移行した時に、すごくいい刃がつくので、こちらのロックスターの4000番を使ってます。で、たまに天然じゃなくて人造で仕上げる時は、このロックスターの4000番当てた後にロックスターの1万番を当てて仕上げることもあります。それでは続いての砥石こちらですね。丸尾山の青巣板です。こちらの丸尾山青巣板は切り刃を当てる用の砥石なんですけど、最終的にもう一個切り刃を当てる天然砥石がありまして、それが後で紹介する中山の苫江になるんですけど、その中山苫江と人造砥石の中間の砥石として使っています。で、なんでこれを中間に使うかっていうと、天然の仕上げ砥石の中では割と研磨力高めの方になるので、僕の場合だとキングハイパーの1000番の研ぎ目をめっちゃ効率よく消してくれます。で、キングハイパーの研ぎ目を消して、こちらの青巣板の研ぎ目になるんですけど、こちらの丸尾山青巣板は中間の砥石としてめちゃくちゃ優秀ですね。で、こちらの丸尾山青巣板はやや柔らかめなのですごく研ぎやすいです。で、泥もいい感じに出てくれるので加速感もよく、研ぎ心地もいいので、研いでるとすごく癒されますね。それでは続いてがこちらです。先ほど言ってた中山苫江ですね。こちらの中山苫江は切り刃の仕上げ用の砥石です。丸尾山の青巣板を当てた後にこちらを当てるんですけど、こちらの砥石当てるとめちゃくちゃいい感じのツヤが出ます。で、切り刃、霞の包丁だと地金が少しだけ曇って鋼が光るっていう砥石になるので、めっちゃ綺麗です。本焼き研ぐ時もすごく研ぎやすく、かなり綺麗に仕上がります。で、こちら硬さ的には標準ぐらいの硬さで、硬すぎず柔らかすぎずっていう感じになっています。で、泥も程よく出ますね。仕上がり的には半鏡面でもうほとんど傷がないような仕上がりになります。ちなみにこちらの中山苫江で仕上げたやつはこんな感じになります。ちょっとホコリかぶってやや錆びちゃったりしてるんですけど、こんな感じの傷もなくかなり綺麗な霞仕上げになります。光沢も程よくあって半鏡面っていう感じですね。で、こっちの霞包丁の方は白紙2号の包丁になります。で、こちらが霞、合わせ包丁で、こちらが本焼きになります。これちなみに青紙1号の鋼材で、鍛冶師さんは中川さんです。青紙1号の硬い鋼材でも、こんな感じにとても綺麗な仕上がりになります。傷もムラも全然なく綺麗に研げてますね。なのでこちらの中山苫江で、最後切り刃を綺麗に仕上げる砥石になります。で、続いて最後のこちらですね。中山の青わさぎなんですけど、
こちらは刃付けの最終の砥石になります。なのでコバや糸刃を最後にこれで当てる感じですね。でこちらの中山の青わさぎはとても硬くて緻密な砥石になってます。なんであんまり力入れすぎて研ぐと、刃を傷める可能性はあるんですけど、うまく使いこなせたらかなりいい刃がつきます。なので僕は最終的にこの中山の青わさぎで刃付けすることがほとんどですね。なのでまとめると、切り刃を研ぐ砥石っていうのはこちらの旬の220番、なにわの400番、キングハイパー1000番の標準で、丸尾山の青スイタで、最後が中山のトマエです。この5つが切り刃を当てる砥石っていう感じで、コバとか糸刃を研ぐ砥石は残りの4つとなにわのダイヤモンド砥石の400番です。こちらのあと140番と切り刃研ぐ時にも使ったなにわのダイヤモンド400番で、同じくなにわダイヤモンドの1000番で、シャプトンロックスターの4000番、最後が中山の青わさぎです。なので切り刃とコバ両方とも5つずつ使ってる感じですね。こんな感じが僕が普段一軍で使ってる砥石たちのざっとした説明ですね。でこれが僕が今使ってる、ベストメンバーになるんですけど、今後新しい砥石とか今持っている砥石とかいろいろ使い続けて、さらに新しい発見があると思うので、これらの一軍の砥石がガラッて変わってきたらまた動画でお伝えしたいと思います。ちなみにこの一軍以外の砥石は今どんな感じであるかっていうと、こちらが天然砥石ゾーンでこのような砥石たちがあります。でこちらが人造砥石ゾーンでこのような砥石たちがありまして、ちょっと人造砥石は収まりきってなくて他の部屋にもあるんですけど、これらの砥石をいろいろ試しながら使っている感じですね。それでこんな感じの砥石たちがあるので、この砥石紹介してほしいとか、この砥石について詳しく教えてほしいっていうことがあればコメント欄の方に書いていただけると、そちらを動画にしたいなと思ってますので、ぜひどしどしコメントしていただけると嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。